皆さんはじめまして、はらぺこのほこです。今日は第1回目ということで、ちょっとこのチャンネルの説明をしていこうかなと思います。ですね、このチャンネルでは私があまりにも食いしん坊すぎてですね、食事から体を治すということができるようになってきたので、その情報についてお知らせしていこうかなと思います。もともとはですね、はらぺこなほこという名前でスタンド FM というラジオで配信を続けてたんですけど、YouTube を見る方も多いということで、今回 YouTube チャンネルを開いてみることにしました。はらぺこなほこのスタンド FM のチャンネルは私が毎週土曜日に話したいなって思ったことをお話ししたり、ちょっと雑談したり、どうやって体の不調を整えていくかっていう話をしてるんですけど、このチャンネルではもうちょっとレッスンっぽい感じの回があったりとか、あとは私がもうただただ雑談をしゃべる回があったりとか、なんかちょっと分けながらやっていこうと思うので、ぜひお気に入りのものから見てみてください。で、ちょっとだけ私がなんでこうなったかっていう話をさせてもらうと、もともとは風邪ひくことが多い体質ではあったんですが、高校生の時に急に意識不明で倒れて、でそこから体調がガタ崩れしたんですね。で何回倒れて何回病院に運ばれても何回精密検査しても理由が分からなくって、病名もつけられないみたいな状況がずっと大学生まで続いてました。で病院にね通いながら、なんか病院のお金結構かかるじゃないですか。で私は別にお金に余裕のある学生ではなかったので、その料金を見ている時になんかこんなにかかるんやったらこれフレンチのなんかランチ食べれちゃうなみたいななんかそういう風に考えてて、でその時になんかもしかして食べてるもので体が作られてるんだったら食べ物で改善できるんじゃないかって思ったのがきっかけで、食事で体を治す食養というものに出会いました。かれこれ 7,8 年ですね、勉強してきた中でもういろんな健康法だったりとか、いろんな価値観の人の話を聞いたりとかで、自分の体で人体実験して、やってきたんですけど、その中でですね、どうして体に不調が起こるのかとか、どうして西洋医学じゃ治らないものがあるのかとか、どうして今こんなに病気が増えているのかっていうのも分かってきたので、なんかそういうのも含めて皆さんにシェアできたらいいなと思っております。で、この次のチャンネルで詳しく話そうとは思ってるんですけど、健康には3つの条件があるなと思っていて、1つは体ですね。食べ物を食べて体調が変わっていくっていうのは内臓の面だし、体の外側の骨格を整えて体調が変わっていくっていうのは体の外側の部分ですし、その体っていうものがまず大きく健康に関わっていると。で、2つ目は気ですね。これ西洋医学だとあんまり言われはしないんですけど、東洋医学だと、気と体ってつながってるって言われてて、体全体を流れるエネルギーっていうのも、健康に関係してるので、それも一緒に整えていくことが大事になってきます。で、3つ目が心ですね。これ一番大きいかなって思ってるんですけど、やっぱりどれだけ健康な食事を気をつけてたり健康な情報を取り入れてても、心にねストレスをいっぱい抱えてしまうと、こう体って整ってこないんですよね。なのでその心っていうこの3つの軸からお伝えしていこうかなと思っております。で、体全般の話は、内臓面は私は若杉智子さんという戦前生まれのおばあちゃんの日本人の体に一番合った自然な健康法というか、昔の日本人からずっと続けてきた食生活だったり考え方っていうのを中心にお伝えしていこうかなと思います。で、体の外側の面はですね、これも橋本先生という相対法というのを作った先生がいまして、その相対法も体に無理なく自分でメンテナンスをするっていう方法があるので、こちらはおいおいですね、相対法もチャンネルの中に入れていこうかなと思います。で、気の面ですね。体に流れるエネルギーの部分やったりとかっていうのは、これも日本の昔からずっと続けられてきた霊気というものがありまして、
薄い方式という、初期の霊気ですねっていうのを含めた霊気の話もしていこうかなと思ってます。で、心の面、メンタルの面はですね、私もう高校の時からうつを患っていて、それを自力で治してきて、いろいろ試行錯誤してきたのがあるので、心の部分は私なりに経験してきたこととか、こういう風に考えたらもっと気持ちが楽になるよとか、大きな師匠はハッピーちゃんっていう人なんですけど、この人のメソッドとか、メソッドってもないんですけど、そういうのを中心にお伝えしていこうと思います。はい。で、ただ私の話が絶対とか、私の話を信じてとかって全然そういうのじゃなくって、いいなって思ってもらったものを取り入れてもらいたくって、この腹ペコなほこのチャンネルが目指していってるものっていうのが、今ってもうたくさんの健康情報とか、たくさん心のことだったりとかも含めて、いろんな情報があると思うんですよね。で、もう情報過多の中でですね、あれがいいと言われたらそっちに飛びつく、これが悪いと言われたらそれをやめるみたいな、そういう情報に振り回されていくっていうよりかは、自分で自分の軸を持てるような、配信にしていけたらいいなと思っています。本当に例えばなんですけど、牛乳が体にいいっていう情報がある中で、牛乳は体に悪いっていう情報があるんですよね。でもそれっていい悪いで考えられるぐらい単純な話ではなくって、自分の体にまず合う合わないかっていうのも関係してくるんですよ。なので、情報に振り回されず自分の軸を持ってもらえるような、そんなビジョンでやっていこうと思うので、ぜひいいなって思ったものからまず取り入れてもらえたら嬉しいです。こんな感じかなおいおいいろんなお話はしていこうと思ってますし、全部堅苦しいのは私は苦手なので、今考えてるのは一緒にご飯作ろうよチャンネルみたいな感じで、私がご飯を作りながらなんかいろんな話をする、ちょっとゆるっとしたものだったりとか、普段使っているものだったり、今まで私の人生を変えてくれた本とかもたくさんあるので、そういうのをねちょこちょこっと紹介してみたりとか、なんかそんなことを考えております。でもまずはね、こういう番組とかさ、こういう情報を聞くと、なんかこれがいいかもこれがダメかもみたいになっちゃうんやけど、基本的には食べるってめっちゃ幸せなことやし、めっちゃ楽しいことやし、私も大好きなことなんですよね。なんでそれがあれダメこれダメになるとストレスになっちゃうんで、まずは楽しんで食べること、食べられるっていうことに幸せを感じることっていうのを、主に軸にしてもらって、その中で自分の体調がちょっと崩れてるから、じゃあこれを使ってちょっと整えていこうみたいな、戻していこうみたいな、なんかそんな風に使ってもらえたらいいなと思います。で、さっき言ってた若杉智子さんの食養生を中心に話すとは言ってたんですけど、彼女の食用だけだとですね、本当に昔の日本のおばあちゃんのご飯みたいになっちゃって、私はちょっと耐えれなかったので本気でですね体質改善がしたくて、短期間集中でやりたい方はぜひ若杉智子さんの本だったりとか、娘ののりかさんがマスター講座っていうのをやっていて、もうその情報量は本当に多くて、基礎から学ぶことができるので、合わせて一緒にやってもらえたらいいかなと思います。私のはゆるい感じなので、少しずつ改善していくような形です。ただそうね、体質改善につながっていくので、例えば私だったら肌が綺麗になったりとか、あと太らなくなったりとか、持病で持ってた無月経とか、その急に倒れて運ばれるとか、低血糖とか、そういうのが自然に治っていったので、なるべく自然な形で体のバランスを元に戻していくっていうのにはすごくいい方法かなと思います。はい、ということで長くなっちゃいそうやからこの辺にしようかな。あと最後にですね、お布施という応援サービスを私は使っていまして、もしこのチャンネルを見ていく中で応援したいなとか、情報役に立ったなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄にお布施の、URL 貼っておくので応援いただけたら嬉しいです。あとは
みんながよく YouTube で言うやつやけど、チャンネル登録とかいいねとか、あとコメント、質問とか感想とかなんかあったらぜひいただけるとめっちゃ励みになるのでよろしくお願いします。ということで今日はチャンネルの自己紹介でした。